皆さんこんにちは。今日は魅惑のトルコ、世界遺産を巡るトルコ半周レンタカー旅です。カッパドキアやパムッカレなどの超有名観光地はもちろん、まるでウユニ塩湖を思わせるような広大なトズコの夕日や小さな港町アイワルクも回ります。さあ一緒に出発しましょう。カタール航空直行便でまずイスタンブールに到着すると、そこからレンタカーでアンカラ、トゥズコ、カッパドキア、シデ、パムッカレ、エフェソス、そしてアイワルクを巡ります。アンカラに到着したのはすっかり夜になってからでしたが、今日泊まるのは16世紀から続くかつての大正宿を保存した歴史あるホテルです。ホテル内はそれを思わせる装飾品でいっぱいですね。ロケーションもよくって、なんとアンカラ城の真ん前です。それでは城門を越えてかつての旧市街地へ入っていきましょう。文字が逆さまになった岩が使われていますが、これは昔の岩を再利用して壁を作ってるんですかね。後で調べたら、やはりペルシャ軍によって破壊されて、その後その石が再利用されて城壁になっているということです。アンカラ城からは新旧入り混じったアンカラの街が本当に一望できますね。いやー、いい景色だ。トルコの歴史的遺産も半端ないですね。このミュージアムもまともに回ると丸1日はかかりそうです。皆さん、今私はウユニ塩湖にいます。見てください、この景色。むちゃくちゃ綺麗です。というのは嘘で、今トルコの塩湖に来てます。塩の湖ですね。ここはウユニ塩湖と同じぐらいな綺麗な景色が写真が撮れることで有名なんです。
パドキアの一帯はもうどこでもこんな感じの景色になってますね。うわ、すごいな。細かい岩の隙間もちゃんと通路になってますね。よく見ると上の階もありますね。はしごでもかけて登ってたのかな。器用になんか作ってますね。昔は木とか組んで上の方まで登ってたんでしょうね。結構この土がですね、多分柔らかい土なのかな。だから多分掘ったりしやすかったんでしょうけど、でも羨ましいですね。なんかこんなところに住めるなんて。こっちに来るとザクロのジュースって本当にポピュラーですよね。なんか体にもいいらしいですよ。昔の人のお宅をお邪魔してみましょう。これはリビングルームかな。あ、でも床に穴が開いて、はは、これは昔水でも溜めてたんですかね。この物件は天井が低いですね。こりゃ集合住宅だな。ここは炊事用の薪でも炊いてたんですかね。なるほど、壁が黒いのはすすのせいですね。わあ、大きなミルがある。人が住んでた頃はきっと素敵な街だったんでしょうね。カッパドキアにはたくさんの地下都市が発掘されてるんですが、こちらが一番保存状態がいいということでやってきました。これはドアみたいですね。
敵が攻めてきたらくるくるっとドアを閉めるんですかね。これは地下空間の換気口ですね。地上までつながってるんでしょうか。うわ、深っ、そこ見えんし。地下なのに学校や教会、そしてワイン工場まであって、めちゃくちゃ複雑な作りです。高い山脈を越えて市電に向かっていきます。もう紅葉が始まってますね。今市電に来てます。すごい遺跡がですね、ここも残ってるんですね。街の中では商店やレストランの床がガラス張りになっていて、そこ全て遺跡なんですね。最近はあんまり日本のお客さんが来ないって言ってましたね。皆さんどんどん行ってあげてください。してる人がいる。これが竜電の滝の落ち口です。むっちゃ迫力ある。Japan. Welcome to Antalya. Antalya, Japan.に来ました。この炭酸泉の温泉の水がですね、この斜面を駆け下りていって、もうほんと純白というか、ブルーのね、景色、めちゃくちゃ綺麗です。パムッカレは炭酸カルシウムを含んだ温泉が山肌を流れ落ちて長い年月をかけて形成されたこの石灰棚、これが特徴なんですけど、い
や本当に純白の石灰棚になんか青みがかった温泉の湯、素敵ですね。顔に塗ると良さそうな。今から遺跡のプールで泳いでいきます。さあどんなプールでしょうか。でもね、遺跡のプールカメラ禁止なので、それでは行ってきます。むちゃくちゃ気持ちよかったです。実はこれ温水のなんか遺跡のプールで、しかも炭酸水ですね。温泉水が多分入ってきてます。あったかくて気持ちよかったです。今夜の宿はパムッカレにほど近い温泉地です。暑いのかな。暑っ。これはシシっていうんですかね。うまい。これ水路もなんか大理石みたいな岩をくり抜いて作ってますね。パムッカレのヒエラポリスのあれがテアター。ここも昔はすごく広いなんか都があったみたいなんですけど、なんか今では廃墟になってしまってます。
アイワルクという町に来て1泊したんですけど、全然何も知らなくて来たんですが、夜が明けてみると非常に感じのいいなんか港町ですね。エーゲ海もすごく波静かだし、なんかこういう街いいですよ。今アイワルクの港に来てます。ここなんか町の中心地らしいんですけれども、先ほどちょっとオリーブオイル試飲させていただいたのでこれ買っちゃいました。なんか質のいいエクストラバージンオイルらしいんですけど、ちょっと味の方は僕はちょっとあまりよく分かりませんでした。これはイカスミの後ですね。誰かイカ釣ってますね。なんか漁師さんの船がついてるみたいなので、ちょっと行ってみましょう。いや楽しかったな。アイワルクの街ともお別れです。でもめちゃくちゃこれ綺麗な街ですね。今度ゆっくり来よう。いかがでしたか？トルコ半周レンタカー旅。歴史あり大自然ありと本当に魅力的な国なので、皆さんもぜひいろんな街を訪れてみてください。それでは次回の旅でお会いしましょう。さようなら。